土を取り除いたこんぐらいの量だったらお水を全体に。植物が成長してきたらどうしたらいいですか？こんにちは、メダカのおうちのわよです。今日はセミプランツについて寄せられるよくある質問にいくつかお答えしようと思います。今日紹介する内容については、この自分で作るセミプランツ電子書籍の中でも具体的に説明しています。ぜひ興味のある方はご覧ください。まず1問目、1つ目は土がなくても育つのでしょうか。植物を指しているだけのように見えるのだけどですね。炭はこのように穴の開いた炭を使います。これは彫刻刀とかで彫って、深くなるべく彫るんですけど、その中にこういうちょっと土を取り除いた根のある植物をこういうネネデールですね。根をちょっと傷ついた根をちょっと休めるためにネネデールにちょっとつけて、ちょっと白い根が水耕栽培用の白い根が出たらこういうふうに植え付けています。植え付けてる中でこのようなこちらですね。こういうハイドラカルチャー用の炭を小さい炭を入れています。根が出てないと、このようにしっかり根が出てないとうまくやっぱりこう根付くことが初めは重要なので、根をしっかり出した健康な植物を使います。この炭だけで植物が育つのかという質問は、そもそも植物は土に植えるのが当たり前というものなんですけど、土の役割は根を支える。まず一つ、根を支えて肥料を水分を与える。そして微生物が土に住み着いて根に養分を与えるという役割なんですけど、炭は保湿性、肥料や水分を蓄えて、また根を支える役割もするので、全てこの炭がその役割にとって変わって植物を丈夫に育てることができます。じゃあ2問目の質問にお答えします。ずっと水につけたままでも良いのでしょうか。そうですね、もともとこういうふうにメダカ水槽に、メダカ見えるかな、メダカ水槽にこのようにつけて水の浄化に役立つように開発したセミプランツです。もちろん観葉植物なので水をよく飲む植物は向いてるんですけどね、ずっとやっぱりつけたままも良くないので、やはりこのようなハイドロカルチャー用の砂を下にこういうふうに敷き詰めてたところにこういうふうに乗せて、ちょっと乾燥、そうね、しっかり炭が乾くのを乾燥させて休ませる時間も必要ですね。こっちにもあるんですけど、こっちにも、これはコーヒーナキかな、コーヒーナキもこんな風にドボーンとつけたのを、そうですね、こちらの方かな、こちらの同じように小さい炭を入れたところにこう滴ってますね。下からもこんな風に根が見えますかね。根が出てるんですけど、この根このぐらいの根だったら切らないで置いとった方がいいので、こういう風にそっと置いてあげるとまた調子がよく育ちます。お水がなくなる目安としては、この炭が乾いた感じが、触って乾いてると、そろそろお水がいるんだなと思ったら
お水に浸したりしてください。水に浸さなかったらこういう風に違うのかな、違うかな、下にこう水をためて、このぐらい水ためて、ここでのせて、下のお水がなくなってくすみが乾いたら次のお水を足してあげてください。葉っぱの状態もちょっと様子を見ながらの方がいいです。はい。そしてこちらですね、ホヤなんですけど、ホヤカルノーサっていうすごく肉厚の葉っぱの素敵な植物なんですけど、これは冬場、これから寒くなる冬場はこういう風にもう乗せたままでもいいですね。こういうお皿に下に、これは特に砂をハイドロカルチャーを敷き詰めなくても根や葉に水を溜め込むことができるので、このままで時々こんな風にお水を全体に、炭全体にかけて、葉っぱにもかけてあげてもいいし、もうなんかすごいお水を欲しがってたらこのように時々ドボンでも構いません。ちょっと葉っぱの様子を見ながらお水の具合は変わりますけど、お部屋が暖かければお水をこんな風につけても大丈夫ですし、お部屋がすごく10度ぐらいな部屋はなるべくこういう風に出してあげて、カラカラにして冬を乗り越えてあげてください。はい、じゃあ3つ目の質問にお答えします。質問は、炭が小さいけど植物が成長してきたらどうしたらいいですか？根っこはどうなるんでしょうか？ですね、根っこはですね、植物は炭プランツはゆっくり成長するので、いきなりドーンとではしないんですけど、こちらが用意した植物です。ドーナツですね、4月の。この根がこんな風にいっぱい出ているので、根はこういう風に出てきた根をこういう風にハサミでちょっと黒くなってる根も一緒に、簡単です。出てる根をこういう風に切っていただいたら、また新たに根が生えてきます。このまままたこういうところに、ちょっと狭いかな、踏んでしまうかもしれないからちょっとやめとこう。また水につけたり乾燥させたりしてこれは育てます。あとこちらには小さい、これは炭に植えた、またこれゴムのガスなんですけど、これは2年前に育てたもので、2年前から育ててるもので、炭が硬いのでね、でも頑張ってこう押さえて成長しようとしてますけど、根はさほど下からは出てないんですけど、こういう風にしっかり太く土の代わりの炭に根を張ってます。で、大きくなるので根がわーっと、この辺りでこれで切って成長を抑えながら、またちょっとインテリアを楽しみます。いろいろなパターンがあるので、それに合わせて根を切ったり、上の植物を切ったり、コンパクトプランツを維持します。はい、次の質問4つ目です。4、どんな植物でも炭プランツにして育てられますか？基本炭は乾燥と保湿を兼ね備えているので、もうこういう風に水が好きな植物は水につけてたり、乾燥が好きな植物はこういう風にお皿の上で乾燥させたり、あと多肉も合うので、多肉もこの方に植えて育てられたり、いろいろな植物はできます。いろいろやって失敗は、根腐れしやすい細い茎の植物はあまり向いていないことが多いです。
茎が太い植物の方が育ちやすいです。はい、最後の質問5つ目、水を与えるだけで良いのでしょうか。そうですね、水だけでも育つ植物はあるんですけど、やはりこういうふうにこういったこのペルリアシとかは黄色くなってくるのでね、水だけだったら時々はこういう液体肥料を希釈して与えます。こちらのちょっと見せる、はい、このような液体肥料を、何でもいいんですけど、うちはこれを使ってます。日頃のいつも肥料はいらないので、日頃のお世話はこの炭を作る時に出てくる木作液を希釈して、こういうふうに希釈して、あと葉にかけたり炭自体にかけたりして水補給に水分補給に利用しています。こういうこと、この木作液は虫を寄せ付けないという効果も言われているので、日頃のお世話はこの木作液を使います。匂いがダメな方はちょっとかなり希釈を薄めに使って気にならない程度で使われた方がいいですね。メダカ水槽に植物をこのように入れるときはもう肥料とかがいらず、このメダカの不栄養化の水分だけで植物は育ちます。濃い肥料じゃないので植物にも優しい自然の肥料なので、特に普通にこういう風なハポックもプロトンもこういう風に入れただけで、水に入れただけで、これも時々サンソベリアですけど、水をあげたい時にこう入れて、ある程度吸い上げて、もう水いっぱいだよっていうサインが来たら取り出してあげて、こういう風に乾燥気味に育てるといい感じで育ちます。とても簡単なスミプランツです。今日紹介したスミプランツの質問についてや、この日々のお手入れについての具体的なものが電子書籍でも確認できます。写真たくさん入っています。ぜひ皆さんも興味のある方はご覧ください。今後も質問に答えるコーナーを配信していきますので、またチャンネル登録をよろしくお願いします。メダカのおうちのわよでした。またね、バイバイ。